皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんはずんだ虫さんのことを知っていますか？違います。ずんだもんじゃないです。ずんだ虫さんです。ずんだもん、何を言っているんですか？さて、今日はそんなずんだ虫さんの飼い方についてお話をしようと思います。ずんだ虫さんの飼い方。まずはずんだ虫さんを探しに行きましょう。ずんだ虫さんを見つけるのはとっても簡単です。ずんだ虫さんは緑がたくさんあって明るい場所ではなく大きな橋の下など少し薄暗くてジメジメした場所にいます。ナメクジさんと同じです。その橋の下に大きな段ボールがあったらそこにはずんだ虫さんがいる可能性がとっても高いです。まずは段ボールに向かって石を投げて様子を見てみましょう。50% くらいの確率でずんだ虫さんが段ボールから出てきます。あとの 50% は厳重高橋民が出てきます。厳重高橋民は非常に危険なので威嚇をしながらできるだけ大きな石を投げて静かにその場を離れてください。翌日同じ段ボールにリスポーンするので心配いりません。後腐れがないよう徹底的にやりましょう。さて、ずんだ虫さんは警戒心がとっても強いです。お友達のお家の初対面の猫さんくらい警戒心が強いです。でもずんだ虫さんはご飯をあげると簡単に警戒心を解いてくれます。警戒心が解けたずんだ虫さんは少し態度が大きくなります。大きくなった態度は頭の枝豆をもぎ取って調整しましょう。最初からそうしていればもぎ取られないで済むのにずんだ虫さんは頭が悪いです。警戒心が解けてもずんだ虫さんは捕まることを嫌がります。それにずんだ虫さんは意外とすばしっこく虫取り網で取るのは少しだけ難しいです。夜は寝ているので簡単に捕まえられますが夜はみんな寝る時間なので捕まえられません。一番簡単な方法はザルを使った罠で捕まえることです。まずは100円ショップで一番大きなザルを買いましょう。そしてスーパーで無料配布している割り箸と知り合いが持っているパーカーの全部の紐を取ってくれば税抜き100円でできます。皆さんがこのお話を聞いている時点で消費税が 20% になっている可能性もあるので税抜きでお話ししてます。振り上げたその空は偉い人たちに向けてください。餌は冷蔵庫の一番奥にあったちくわです。買った記憶がないものは実質タダなので餌代は無料です。これを地面に置いて待ちます。ずんだ虫さんはこんなバレバレの罠に引っかかるバカなんているわけないと言います。ですがずんだ虫さんは欲に弱いので食欲に負けてすぐに引っかかります。ずんだ虫さんは弱虫さんで頭が悪いです。お家に連れて帰ってきたら臭いのでまずはお風呂に入れましょう。ですがずんだ虫さんはお水が苦手なのでお風呂をとても嫌がります。そんな時は根気よく声をかけましょう。お風呂に入らないとどんどん体が汚くなって臭くなってその匂いでいろんな虫さんが飛んできて寝てる間に体にいっぱい卵を産みつけるんだよ。その卵が帰ったら幼虫さんが皮膚の下を這いずり回って最後には頭の中とか目の中に入っておかしくなっちゃうんだって。ところでその幼虫さんが皮膚の下を這いずり回ってる時って体がとっても痒くなるらしいよ。お風呂に入ると幼虫さんは死ぬらしいけどどう？ずんだ虫さん今かゆいところはある。お風呂に入るとずんだ虫さんは涙を流します。お風呂がとっても気持ちがいいんだと思います。ずんだ虫さんは泣き虫さんです。綺麗になったらまずはしつけをしましょう。ずんだ虫さんは何も知りません。日常の挨拶、食事のマナー、そういった常識を一から教えてあげます。ですが、ずんだ虫さんは物覚えがとても悪いです。しかも飽きっぽいのですぐにどこかに行っちゃいます。そういう時は椅子に縛り付けましょう。そして答えを間違えるたびに頭の枝豆をもぎ取りましょう。言い訳をしても同じです。ここでかわいそうだからひどいからと手を抜いてはいけません。ちょっとでも手を抜くとずんだ虫さんはすぐにつけ上がり何も覚えてくれません。ここでは心を鬼にして枝豆をもぎ取りましょう。世論や同調圧力に屈してはいけません。枝豆はまた生えてきます。毎日根気よく枝豆をもぎましょう。積み重なった枝豆の数があなたとずんだ虫さんの成長の証です。それでもずんだ虫さんは忘れっぽいので一つのことを覚えるのにはとっても時間がかかります。やっぱりずんだ虫さんは頭が悪いです。ずんだ虫さんのご飯はペットフードです。時々ずんだ餅が食べたいと言いますが特に意味はないのでペットフードをあげましょう。泣くほど喜んで食べます。ずんだ虫さんは泣き虫さんです。ずんだ虫さんの頭の枝豆で健康を知ることができます。枝豆が立ってたら健康、片方だけ下がっていたらやや健康、全部下がっていたらまあちょっと健康。無いでないのに枝豆が生えてなかったら3日以内に虹の橋を渡りますが今はまだ健康です。そんな時は今までストックしておいた枝豆を食べさせましょう。そうすればまたすぐに元気になります。お家にいると運動不足になりがちなので毎日お外に連れて行ってあげましょう。
お外に出るとズンダムスさんはとっても喜びます。お花が綺麗なだけで喜びます。お空が青いだけで喜びます。日差しがあったかいだけで喜びます。はしゃいでいるとズンダムスさんはすぐに転んで怪我をして泣いてしまいます。ズンダムスさんは弱虫です。それを誰かに笑われてもズンダムスさんは喜びます。笑われて喜ぶなんてズンダムスさんはやっぱり頭が悪いです。私が風邪をひいた時にはズンダムスさんはずっとそばにいます。風邪がうつるかもしれないと言っても離れようとしません。一晩中そばにいて小さな手で私の手をずっと握り続けます。何もできないのに何の意味もないのにズンダムスさんはずっとそばにいます。やっぱりズンダムスさんは頭が悪いです。そして私が元気になったら喜びます。自分のことのように喜びます。何もしていないくせに自分が看病したおかげだと言います。ズンダムスさんは本当に頭が悪いです。そして本当に良かったとまた泣きます。ズンダムスさんは本当に泣き虫さんです。一緒にお出かけしただけで、一緒にご飯を食べるだけで、一緒にいる誰かが笑っているだけで、そんなちっぽけなことでズンダムスさんは喜びます。ズンダムスさんはやっぱり頭が悪いです。言い忘れていましたが、ズンダムスさんはとっても長生きです。私たちよりもずっとずっと長生きです。何かあればナースコールでお呼びください。わかったよ。いつもありがとうね。いえ、これが私たちタイプ T シリーズの仕事ですから。ナースロボっていうのかい。便利な世の中になったものだね。そうだズンダムスさん、明日お誕生日だろ。またお誕生日ケーキ買ってあげないとね。いつお元気になるのだ。そうだね。もう少し寝たら元気になると思うんだけどね。それは明日なのだ。明後日なのだ。明日明後日はちょっとだけ難しいかな。ごめんね。じゃあお誕生日ケーキはいらないのだ。え？ケーキは茜がお元気になってから一緒に食べるのだ。お誕生日ケーキはみんなで食べるから美味しいのだ。そうかい。じゃあケーキは一緒に食べようね。わかったのだ。お約束なのだ。ゆうびきりげんまん。じゃあ、下の購買でずんだ餅買っておいで。わーいなのだ。お小遣いなのだ。茜の好きなエビのサンドイッチといちごミルクも買ってきたのだ。これで元気になるのだ。患者の心音、呼吸音の停止を確認しました。動向を確認します。のだ。茜はまた寝ちゃったのだ。ナースさん、茜が起きたらこれを食べさせてあげてほしいのだ。食べたらきっとお元気になるのだ。茜さんはね。動向拡大、対向反射の消失を確認。18時34分。のだ。こんなに小さくなっちゃったのだ。今日は快晴なのだ。ポカポカでいい気持ちなのだ。お葬式っていうのだ。なんだか難しくて僕にはよくわからなかったのだ。茜にもいろいろ教えてもらったけど、結局忘れちゃったのだ。まったく、ちゃんと僕にわかるように教えてくれなくちゃ困るのだ。朝起きたらおはようって挨拶するのを教えてくれたのは茜なのだ。ご飯を食べる時のいただきますの意味を教えてくれたのも茜なのだ。このお天気が快晴だって教えてくれたのも茜なのだ。お約束を破ったら針千本だって教えてくれたのも茜なのだ。ケーキを一緒に食べようってお約束したのだ。茜は針千本なのだ。ズンダムスさんはとっても不思議な生き物です。どこから来たのか、どこで生まれたのか、まだまだわからないことがたくさんあります。そしてズンダムスさんにたくさん教えてもほとんどのことを忘れてしまいます。ですがズンダムスさんは一緒に過ごした人のことを一生忘れません。どれだけ時間が経っても、どれだけ他のことを忘れても、あの日々を思い出してズンダムスさんは笑います。笑いながらまた涙を流します。本当にズンダムスさんは
弱虫の泣き虫さんで、本当にどうしようもなく、ずんだ虫さんは、頭が悪いです。あかねさん、これ、何でしたっけ？反省文です。1ミリたりとも反省文ではないんですけど。いたのだ。茜が壊した花瓶は実は僕が壊したやつなのだ。ごめんなさいなのだ。代わりにお家にあった花瓶持ってきたのだ。これで許して。それうちが昨日買ってきたやつ。形あるものはいつか壊れるのだ。それによく考えたら茜が花瓶を手が届く場所に置いておくのが悪いのだ。だから僕は1ミリも悪くないのだ。全部茜のせいなの。あかねさん、なんでリスポーンできるんだよ。